ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりじじいじゃ。コロニーの落ちたちで、第4回。早いもんでもう4回目じゃな。おかげさまで再生数もうなぎ登り。たくさん高評価もいただいておるのじゃ。嬉しい限りじゃのう。これからも世界一ゲームが下手くそな配信者として頑張っていくぞい。それは頑張るものなのか。前回はガウの爆撃ハッチを破壊してみなしをハッチにしたわけじゃが。ハッチ違いだわ。さて今回はどんな無理難題を押し付けられるのやら。なんか今回は新型って人参をぶら下げられているらしいわよ。条件によって第5話で新型モビルスーツが手に入るって流れじゃな。こや精をつけて頑張るしかないな。ということで再生数うなぎ登りを祝しさらに精をつけるために特上の山盛りうな重をがっつり食べてゆっくりどうぞ。ゆっくりしていってね。メリディーノゲーム万歳。さあ行くぞ。ホワイトディングの職員、新たな任務だ。大陸北部のダーウィン攻略部隊であるグリーンブギドなどレッドポッサムの軍隊は無事合流し順調に進行中だ。だが南部攻略部隊のイエロークオッカはレッドポッサムの軍隊との合流を果たしたものの予想以上に激しい抵抗にあり苦戦中だ。この部隊はアデレード攻略後、さらに最南端の拠点メルボルンへの進行を予定している。そこで諸君らには南部攻略部隊の支援に回ってもらいたい。アデレードの北キャリートン近郊にある小規模の採掘場は現在ジオンのものとなっている。そこに駐屯する敵部隊は小規模なのだが、最悪アデレードでの戦闘がさらに長引き攻略部隊が消耗しきったところを後方から攻撃される可能性がある。諸君らは採掘場に駐屯する敵部隊を殲滅し、その後南部攻略部隊に合流しておる。その頃にはアデレード基地の攻略が終了しているはずだ。なお現在新型モビルスーツをアデレード基地奪還のタイミングに合わせ運搬する計画がある。タイミングが合えば今回の作戦終了後にアデレード基地にて諸君らも治療できるはずだ。では一層の活躍を期待している。なんかごちゃごちゃ言ってますが、レッドポッサムとイエロークオッカがアデレード攻略にもたついていると、近郊の採掘場がジオンに抑えられていて駐屯基地化していてアデレードへ支援が出ると厄介なので叩けと。そういうことね。レイヤー隊長、ジャックインちゃんの放送昨日は中止だったんですよ。俺ショックで。あんたまだそんなの聞いてたの？はあ、あんなわがまま娘のどこがそんなにいいんだか。お前みたいにすれてないとこ。何？なんか言ったマイク。そうそう、そんなことより臨時ニュース。激戦の末、地球連邦軍は基地防衛に当たっていたジオン軍の大部隊を危なげもなく一掃。まさにアリの子一匹に激逃げ出す隙も与えませんでした。戦の末危なげもなく本日12月変じゃ15日、ないか。ジオン地球制圧軍最大の拠点カリフォルニアベースは正当な持ち主の手に戻されたのです。また各地でのジオン掃討作戦も順調に進み、地球連邦軍の勝利はもはや確実なものとなりました。真の平和が取り戻される日まであとわずかとなっています。まあ多少誇張はありそうですが、とにかく少なくとも地上での我が軍の勝利は確定的みたいですね。さあ私たちも頑張りましょう。激戦の末危なげなくはしょっぽのロング並みにおかしいな。ドラゴン支流の矛盾並みに矛盾しているわね。レイヤー隊長、これはあくまでも噂なんですが、大陸東部のトリントン基地には南極条約で使用が禁止されている核兵器が多数保管されているらしいんです。追い詰められたジオンがトリントン基地を襲撃し核を使用するかもしれません。現にオデッサの戦いでは敵の司令官マクベが核ミサイルを使用したようです。もっともこの時は爆発は未然に防がれたようですが。電波の活躍。轟いているわね電波。そりゃ連邦から危険視されるわ。ようレイヤー中尉、今回の作戦終了後に新型が配備されるんだって。早くいじってみたいぜ。今回も頑張ってくれよ。
我々の活躍云々ではなく完全に新型待ちでしたな。なんだったら新型のために頑張れみたいなノリだったわね。そしたら早速、採掘場を巣窟としているジオンどもを根絶やしにしてギッタンのバッタンにしてやるぞ。この採掘場はもともと民間のものです。できれば主要な採掘施設は壊さないようにとのことですが、持ち主もコロニー落としで死亡しているようですし、ジオンに対しての戦闘行為上のことなら少しくらいは。少しと言わず、迅速な作戦終了のため思いっきりやっちゃいましょう。死んだ持ち主への手向けの花火ってことで。まるでアウトローだ。車体固定。よーし、起こしていいぞ。ロック解除。隊長、これまでの敵の不穏な動きのこともあります。慎重に行きましょう。おっしゃ、とりあえず採掘場のジオンどもを根絶やしにすればよいわけじゃな。ミッション的にはそんな感じよね。それでは早速指示を。いきなり敵がいるわね。まずはこいつから血祭りにあげてやるのじゃ。なんか随分強気ね。当たり前じゃ敵1体じゃ。我々ホワイトビン5体が総当たりで向かえば楽勝なのじゃ。そううまくいくのかしらね。それにしてもガスっていて視界が悪いわね。モヤによる視界の悪さと段差による視界不良のステージじゃな。この先も段差あるっぽいわね。一寸先はハプニングなのじゃ。アントニオ猪木音体。あら、今敵さんが飛んでいった気が。ほんまか？そんなことあらへんやろ。おかしいわね。さっき飛んでいった気がしたけど。ほんまや、レーダーに映っとるわ。左、西側におるな。いたいた。よし、確実に仕留めるぞい。じいさん積極的ね。日直系老人じゃ。ライフルでチクチク削っていくのじゃ。攻撃方法は装飾系。なぜか逃げていくのじゃ。いつもなら向かってくるのに冷静な役じゃな。向かってきたわよ。なんで向かってくるのじゃ。どっちなのよ。こうなったら接近戦で切り倒すのじゃ。段差で脱出するとこうなるのか。地面にすごい勢いで突っ込んでいったわね。気をつけねばなるまい。段差の激しいところの戦闘はやりにくいの。敵を見失いやすそうね。視界から外れやすいので難儀じゃ。完全にさっきのザクを見失っているわね。どこ行ったんじゃ。と思っていたら足を踏み外して段差の下に落ちてもうた。単独でジタバタしているわね。本当にどこに消えたのじゃ。いたー。至近距離にいたわね。うわー。暗い。なんかカツみたいなムーブになっているわね。あんな勝手に出撃しないわい。お、つばぜり合いね。僕が段差に落ちたのじゃ。と思ったら飛んできたのじゃ。さらに飛んで逃げていくのじゃ。こだまで逃げるな。というかファング2とファング3は何でしているんだ。今、なんか申し訳程度の援護射撃があったわね。援護射撃があったらなよし。あら優しい。よしが風使いですかぜ。強気だった割には手こずっているわね。この段差が非常に厄介じゃな。さて索敵じゃ。次の獲物を探すのじゃ。とりあえずファング3を中央に押し出す。おとりにするのね。いやいや偵察じゃ。ファング2もおとりにするのね。頑張ってもらうのじゃ。オアシスは索敵に専念してもらおう。了解。本能索敵開始。落っこちた。年を取ると足腰弱まるからね、しょうがないね。なんか撃たれている音がするわね。どこからじゃ。いた。マゼラアタックじゃな。いや、なんかミサイル飛んできたぞ。マゼラアタック以外にも敵がいそうね。あの奥じゃな。またマゼラアタックね。接近し
有田の至近戦法を注意されたのじゃ。もっと近づけと言われたわね。接近戦はハング1とハング2に任せるのじゃ。部下に丸投げね。毒が索敵にかからないな。さっきのミサイルは何だったのかしらね。あ、逆じゃないの？あれ？やっぱり敵が、よっこっち来た。押したな。全然ビームサーベル来るのじゃ。側面や背中からドックと倒れるの気持ちいいな。転ぶの楽しいわね。回り込みながら側面からぶつかっていく。ガラス体モビルスーツ戦なのじゃ。僕の爆発に巻き込まれた。装甲削れているわね。なんかちまちま撃ってくるやつがおるぞ。あんなところにもザクキャノンがいるわね。キャノンで撃たれると怖いのじゃ。なのでハング1とハング2に行ってもらおう。オアシスには索敵頑張ってもらおう。皆の衆働け。G さんは高みの見物か？いやいやザクキャノンに果敢にも挑むのじゃ。お上司の鏡みたいな行動ね。わしのシールドは最強じゃ。よりを決めて、一気に飛び込む。おお、なんか歴戦のそれっぽい行動。あ、逃げた。段差の上に逃げられたわね。ハング2の援護射撃に期待ぜ。待て待て待てー。見殺されている。どこからか撃たれているのか？あ、崖上に敵がおるな。攻撃食らっているわね。ちまちま削られるのはちとまずいのう。あの爆撃の何やら首がもげているぞ。いつもげたのかしら。待てもげがく。首もげてるのに攻撃してくるのはホラーじゃ。あ、G さん走行がかなりヤバいわね。攻撃食らいすぎたのじゃ。ああ、首もげザクにやられてもうた。後方からの援護射撃も食らってたのも痛かったわね。結構厳しいのう。リベンジじゃ。まずは目の前のザクを確実にやる。首都走行には気をつけないといかんな。ここはファング2とファング3に攻撃指示ね。オアシスはちと端っこに行ってもらおう。違うターベルじゃない。射撃で行ってくれ。持ち味方の援護射撃を受けつつ金得点じゃ。いい感じで味方が削ってくれているわね。ちょっと逃げられたのじゃ。お、当たった。結構遠い距離だったのに仕留めたわね。次はマゼラアタックを倒すのじゃ。地味に攻撃痛いものね。塵も積もれば山となるじゃな。
随分遠くからちまちまやっているわね。遠距離から一方的にやるのが基本じゃな。いきなり攻撃食らったわね。ザッキャノンがおったのじゃ。そういえばあそこにおったな。まさか攻撃を仕掛けてくるとは思わなかったのじゃ。装甲越しに殺気を感じるのよ。無理。ファング2とファング3で攻撃じゃ。わしが一番近くにおるのか。ほんとだわね。この距離の掛け合いは相手に分があるな。ザクキャノンだからね。あ、でもミサイル直撃したから決めてきたな。積極的なやつだわね。わざわざこちらの距離まで来てくれるとは、飛んでヒールなんとやらじゃ。でも装甲かなり削れてきているわね。耳にやられすぎた感じはあるな。敵艦の回避が上手くなってきている気がするのじゃ。スイフト焼けるわねスイフト。モバッタがデコアロイドのように何度も言っているんだが回避されとるわい。そういう援護射撃が。よく爆落としたのじゃ。また爆の爆発に巻き込まれてダメージを食らったのじゃ。人は同じ過ちを繰り返すというけど学習してちょうだい。よし次のターゲットじゃ。西側におるな。こいつを叩こう。ファング2とファング3にも攻撃指示じゃ。わしは装甲が削れたのでファング3の後方から移動じゃ。仕方ないわね。よし攻撃目標を視界に捉えた。一気に落とすぞい。なんかこっち見てる気がする。こっち見ないで。あ、違う方を向いているな。ちまちまやるぞ。一気に落とすんじゃなかったの？いやいや装甲が想定より削られてしまっている以上リスクが取れん。改善策じゃ。チキン戦法ね。敵さん地形をうまいこと利用してくれるのじゃ。いちいち遮蔽物の向こうに行くので攻撃が断続的になってしまう。これって敵は前段食らっているのかしら。敵さんの装甲がわからんから当たっているのか防がれているのかわからんな。まあ、敵の装甲わかるって不自然だけどね。当たっていると仮定して攻撃を続けるしかないか。また岩の向こうに逃げたのじゃ。嫌がっている証拠よ。ここが押し時じゃないの？こういう時ガンダムだとよく敵に引っ張られすぎているとか言われるパターンな気が。ああ、よくあるわね。一気にピンチになるケースよね。カツムーブ、あ、やっつけた。よしよし、勝ちのみは上であることを証明したぜ。なぬ？ミデアが攻撃を受けているぞと？なんか大変なことになっているわね。ミデア輸送機がここに落ちてくるみたいよ。おい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 、ここのジオン星だけでも装甲削られまくってていっぱいだというのに、そんなお荷物までやってくるのかよ。しかも新型積んでいる輸送機だそうで。それってミデア守らないと新型もおじゃんってやつ？こちらミディア D6 ホワイトディンゴタイのしんがりを務めていたんだが後ろから食いつかれちまった。出力低下で上空への退避もできん。一か八かそっちの戦闘エリアを突っ切るから後ろのハイエナどもを頼む。ちょい、小連れでやってきやがった。しかも武装にも引き連れて、公正な追い上げではいい頼むって簡単に言われてもこっちもカツカツなのよ。勝つ余裕って証明したから2倍のカツカツってことじゃな。うまいこと言うわね。でもそんな余裕あるの？ないわい。で、そのミデアはどこに不時着するのか。こっちに来るまで索敵欠かせないわね。オアシスに探らせるのじゃ。状況が読みにくいわね。食らいついてるのはグフ2体だけなんじゃろか？敵の反応が出ているわね。オアシスがキャッチした敵か？ 1 体だけじゃな。MS7D？ グフか。やっぱりあの映像通りグフに食いつかれていたってことね。でも1体しか反応がないわね。もう1体はまだ索敵範囲外ってことなのか？とりあえず全員で警戒するので。
オアシスが一番近いところにおるな。オアシス狙われると厄介ね。早めに救援に行かねば。あ、ミデアも反応出た。あっち側の滑走路に着陸する気だな。とりあえず敵モビルスーツをミデアから引き剥がさないとだな。オアシスがおとりになっているけど色々とまずい状況ね。見えたグフじゃ。あ、似たよるな。やっぱり敵はオアシス狙いね。弱い者いじめは良くないぞ。指バルカンでオアシスをたぐっておる。やめなさい。積極的に止めに行ったわね。走行薄いのに。もう一体が後ろから指バルカンで削りに来ている。ガリガリ削られているわね。ガリガリ君。オアシスも限界みたいね。ファング2とファング3は何をしているのかしら。もう一体のグフを攻撃してほしいわね。もうそんな冷静に指示を出す余裕がないのじゃ。現場はパニックってやつね。というか、それはヤバいパターンってやつじゃないの。走行しているうちに走行が削れている。ついに200を切っていよいよもって風前の灯火ね。一応ファング2とファング3はもう一体のグフを攻撃対象とするように指示を出しているらしい。偶然にも指示が出ていたのね。しかし、わしの機体が持たんのじゃ。持たんわね。オーバーヒートになってしもうた。ブルーディスティニーだったらまだ大丈夫じゃぞい。オアシスが落ちた。あばばばばばば。エリア外まで突っ張られたのか。そう、グフにしてやられた。ここから爽快な逆転劇だったっていうのに。いやいやどの道自利品だったでしょ。さて気を取り直してやっていくぞい。3度目の正直なるか？それとも2度あることは3度あるか？3度目の正直で新型ゲットだぜ。さて、いつも通りファング2とファング3に指示を出しておく。目の前のザクを攻撃ね。ただファング3は長距離支援の指示じゃ。役割をはっきりさせる狙いじゃ。G さんが少ない脳みそを使ってきたわね。オアシスはちょっと待機させておく。前回はミデアが引き連れてきたグフの近くだったから狙われてしまったものね。前回のミスを生かした素晴らしい作戦じゃ。ジガジさん。ジガジさんじゃ。ジジイギャグね。さて、このザクをいかに少ないダメージで倒していくぞ。援護射撃が入っているわね。いい感じじゃない。シートフォークでがっつり削られたわね。これ以上の損傷は避けたいところ。体当たりで若干削れてしもうた。肉を切らせて、なんとやらね。肉を切らせて骨も切らせるってこともあるのじゃ。それは目も当てられないわね。それにしてもキャノン背負ってヒートフォーク持っていると強者感がすごいな。そんなことよりオーバーヒートで動きが止まったわよ。ファング2が援護に参戦してきたわね。今回は連携が素晴らしいのじゃ。遠くからはファング3がしっかり援護射撃。ここに来てホワイトビンを体が機能し始めたな。これも使うに私の指導の賜物。またまた G ガジさん。次はマゼラアタックの殲滅じゃ。もらっているので補足しにくい。遠くからちまちま殲滅したいわね。ザクに気づかれないように。でも、向こうで元気よく冷めているような。これは完全に気がつかれているわね。自分の位置が思っているより中央にいるな。もっとスタート地点に近いと思っていた。意外と見失うものね。土地勘ないしわからん。ここで立ち会いじゃ。当たりきてんな。なんかよくわからないわね。しゃがんで避けているわね。間違えるみたいなことしているな。よし決める。
走行あるわね。あまり削られていないな。お、マゼラが飛んでいるな。当たる気せんな。諦めた。グフが来る前に削られると嫌だから、ザクはファング2にお願いする。みんなマゼラはわしに任せておけ。いたいた。ちまちま弱者を倒す主人公。斬新な主人公像なのじゃ。オアシスをミデアが連れてくるグフの遠くに置いておきたい。オアシス了解。この上にザクがいそうね。ファング2が追いかけているな。あや敵前登場にならんのか？ならばこちらかも行かせてもらう。怒られたわね。もう敵前統合扱いはごめんぜ。ギリギリの場所にいるわね。敵さんもせこい作戦を思いつくのじゃ。絶対時にちまちまと削ってくるとは、腹立つわ。無駄にしゃがみ避けをしているわね。せっかく覚えたのでやってみた。暗いハンドグレネード。当たっているのかしら。どうじゃろうか。もうちょい前かも。当たっているような当たっていないような。敵もしゃがんでいるわね。ハンドグレネードもしゃがめば避けられるものなのか？避けられなさそうな気がするわよね。どうしたの？らしくないわよ。ちょっと油断しただけだ。ファング2がギリギリを攻めに行っているみたいね。ザクやったな。これでザクを殲滅したぞい。ミデア輸送機が敵の攻撃を受けた模様。うち1機が高度を落としながらこちらに向かってきます。おいおい、それって新型を積んでるってやつか？だろうな。こちらファング2。こちらミディア D6。ホワイトディンゴ。タイのしんがりを務めていたんだが、後ろから食いつかれちまった。出力低下で上空への退避もできん。一か八かそっちの戦闘エリアを突っ切るから、後ろのハイエナどもを頼む。ミデア飛来。各機支援行動に移ってください。さて、ここからが本番じゃ。G さんまた思ったより削られているわよね。グフに対相手にするの厳しい状況じゃ。ここは部下2名に頑張ってもらおう。オアシスは退避させてあるから撃破される心配はなさそうね。それではグフが登場しそうな場所にファング2とファング3を移動させるのじゃ。ファング2了解。ファング3了解。念のためオアシスは索敵じゃ。了解。本門索敵開始。わしは高台に登って高みの見学じゃ。戦う気ゼロね。ミデア出力低下。不時着します。ミデアはどこにいるのじゃ。
反応ないわね。あ、また敵前逃亡警報が。なんだよ、まだ、ギリギリセーフやん。わかったわかった。おっしゃコンテナの護衛じゃ、新型のためにも頑張るぞ。もうモチベーションは新型しかないわね。ここまで来て新型を失うのはなしじゃ。まだレーダーに反応ないな。近くにいないってことか。オアシス索敵急いで。索敵終わったみたいよ。確認じゃ。ミデアに取り付いてる。さっきはオアシスが良い感じでおとりになってたからミデアの方に行ってなかったのね。こやミデアの危険が危ないのじゃ。とにかくファング2とファング3に攻撃命令を出すのじゃ。後手後手に回っているわね。こや典型的なダメパターンじゃ。よ、なんとかしてって言われても、なんともならん。新型の夢が残念です言われたー。Uさんとブク野郎め。ミデアから温泉のように煙が上がっているわい。リバノンの。G さん削られまくっているわよ。よく許さんのじゃ。その前に G さんが許されていない状況になっているわよ。あ、やばいやばいやばい。めっちゃ削られてる。やられちゃった。そう、このミッション難しいな。2度あることは3度あるということで4度目の失敗は許されん。ということで作戦を徹底的に見直した。徹底的ねG さん事務所ノンになっているけど。そうじゃ全員事務所ノンに登場して遠くから削る。敵さんも知らぬ間に狙撃され撃破。近くに寄るから撃たれたり切り刻まれたりするのじゃ。消極的な作戦になっている。題して、キジも鳴かずば撃たれまい作戦じゃ。ダサい。見せてもらおう G さんの作戦とやらを。パーフェクトな作戦すぎてジオンの引きつった顔が目に浮かぶぜ。全員ロングレンジから攻撃指示にしているわね。多忙よ。このロングレンジでの攻撃こそが本作戦の肝じゃ。題して、はいはい記事も鳴かずば撃たれまいね。でも G さんは近づくのね。段差のせいで視認できんのじゃ。しかしあまり近づかないと、あのザクは逃げていくのか。もしスコープを使って遠距離攻撃じゃ。なんかこのゲーム始まって以来、初の活用じゃないの？でもよくわからん。なんかバルカンで攻撃してない？スコープ時の武器チェンがいまいちわからんのじゃ。キャノンを使いたいのじゃ。敵もミサイル撃ってきているけど攻撃範囲外ってことなのかしらね。着弾前にミサイルが爆発しちゃっているわ。不慣れなジムキャノンに苦戦しているのじゃ。早くも作戦ミスかしらね。撃たれているわね。まだ攻撃は食らっていないが見たい相手は厳しいのじゃ。気がつかれる前に倒すって作戦じゃなかったの？そう、こちらの気がつくとはジオンもなかなかやりよるわい。というか全く隠密行動になってなかったでしょ。ゴリゴリ削られ始めたわね。ファング2とファング3は何をしておるのじゃ。キャノンぶっ放したぞ。
お、ファング2とファング3がいた。敵もザクキャノンだからシルエット的に混乱するわね。みんな肩に長いのつけているのぜ。おし、ちまちまやるぞ。ちまちまっていうか当たっているかしらねこれ。あ、こっち気がついた。来るなぁ。貴重なキャノンを外したのぜ。なーにやってんの。ああ、結局ターボに振り回すことになるのか。押した。ちまちまやるようにそうになっておる。生地も鳴かずが打たれないとは何だったのか。生地が泣いて打たれても当たらなければどうということはない作戦に変更ぜ。長いわよ。とりあえず密集マゼラアタックを殲滅するぞい。マゼラアタックはさすがに遠距離からちまちまいけるだろ。ただ近くにいるザクが厄介よね。あ、ザクいたな。すっかり忘れておったわい。キャノンでやる必要ないでしょ。資源の無駄遣い。肩にキャノンついているとぶっ刺したくなるのぜ。ロマンぜ。あ、ザクいた。厄介ね。今こそキャノンで狙撃じゃないの？味方も射撃している感じじゃないの。生地も鳴かずば打たれない作戦発動ぜ。キャノン外した？この距離で外すの？お、今度は当たった。よろめいたわね。そして背中を向けるときには容赦なく撃て。距離を取られてしまった。よし倒したぜ。あと5機は行きたいね。装甲はこれ以上削られたくないわね。今こそファング2とファング3に活躍してもらいたい。こんなところにマゼラアタックが。アデレードへと向かっていたビデア輸送機が敵の攻撃を受けた模様。うち1機が高度を落としながらこちらに向かってきます。あれ？僕殲滅してない気が。ちょっとじいさんマゼラアタックに地味に削られているんだけど。いや、やめて。こちらミディア D6。ホワイトディンゴ。愛のしんがりを務めていたんだが、後ろから食いつかれちまった。出力低下で上空への退避もできん。一か八かそっちの戦闘エリアを突っ切るから、後ろのハイエナどもを頼む。
さて、これまでの状況とちょっと違う気もするが、ここからが本番ぜ。このうるさいマゼラータックを倒す。損傷多数慎重に。あれ爆買い機器残ってたよね。やっぱり残っているな。6殲滅しなくてもミデアは落ちてくるのね。僕は部下に任せてミデアの援護に急ぐのじゃ。ミデア出力低下不時着します。こちらオアシス作戦エリアこちらオアシス。ミデアは F ポイントに不時着。輸送コンテナにて脱出するようです。ハッキーコンテナの護衛に回ってください。ここはザクを放置でグフ殲滅に全振りじゃ。大胆な采配に出たわね。早くもミデアが応戦状態で、グフがミデアを攻撃しておる。なんとかグフをミデアから引き離さないとじゃな。シートロッドが痛い。こちらオアシス作戦エリアの本格索敵完了。索敵を続行中です。強いなこいつ。そうじゃったファング2とファング3に攻撃指示を出していなかったわい。援護を頼む。これで少しはまともに戦えるかしら？結構削られているわね。もうたったの一気のグフに。でもいい感じで援護射撃が飛んできているわね。お、ファング2がやってくれたわね。また一気グフがおるはずじゃ。こちらオアシス作戦エリアの本門索敵完了。索敵を続行中です。いた、あんな隅っこに。なんで隅っこ暮らしなのよ。消極的なグフじゃな。というかオアシスのすぐそばにおるな。それではグフを倒しに行きますか。いきなりオーバーヒートしているわね。歩いていくのじゃ。了解。いたいた。味方機が射撃しているわね。コンテナの安全圏脱出を確認。なんとか自力でアデレードに到達できそうです。なんか本当にあのグフ消極的だな。こちらも消極的に行かせてもらう。あ、でもやる気出てきたみたいよ。やる気出すな。というか走行やばいわね。接近
線でこちらに気をつかせながら味方機に攻撃させる作戦じゃ。わしは防御7、攻撃3くらいな気持ちで行くぞい。なるほど、種を取りながら味方に削らせるのね。持ってくれわしの走行。 G さんの命は風前の灯火ね。このまま行けば新型を守りつつクリアできるのじゃ。ここが正面だけ。でさあ、この状況でオーバーヒートは致命的に命取りじゃ。危なーい。敵が背中を見せてくれたぞ。おお、またこっち来たー。絶対絶命。大つばぜり合いに持ち込んだわね。敵もそろそろ危ない状況か？こっちを無視して逃亡か？ここでファング3に接近戦を指示じゃ。今度はわしがちまちまやるぞ。ファング2にも接近戦を指示じゃ。部下を盾にすることを覚えたか。ヘイトがまだ残っていた。すぐタゲ奪ったわね。ヘイト管理できないムーカーみたいになっているわよ。あと19しかもオーバーヒート。絶対絶命。おお、やったわね。やったのじゃ。でもバックタクに乗り込むのでダメージを受けたのじゃ。何やってんの？走行残り1じゃないの。こりゃ絶対絶命大ピンチなのじゃ。ルフタをしたのにまだミッション終わらんし。ザクが1機残っていたわよね。ここに来て残したザクが重みになるとは、なんという伏線じゃ。G さん一発でも食らったら終わるわね。こうなったらあれしかないな。ああ、やっぱりあれなのね。いけファングたち。ファンネルみたいにファングを言わないでね。確か北西にいたな。部下たちを向かわせて一気に終わらせるのじゃ。一発ももらえない状況ってかなり緊迫な状況ね。せっかくなんだから新型に乗り換えたいもんじゃ。まだ整備前だから、無理でしょ。腹いせにマゼラトップを破壊するのじゃ。建物まで破壊しているわね。チッチを潰す感覚で楽しいのじゃ。ここで暇つぶしをしている間に部下たちがやってくれるじゃろ。暇つぶし。っておい、まだあんなところにおるのか。こちらオアシス。作戦エリアの本文索敵完了。索敵を続行中です。索敵完了して敵の位置が把握できたわね。早速攻撃指示じゃ。しかも接近戦じゃ。これでわしもちまちま気をつけながら攻撃可能じゃ。しかし部下たちは移動が遅いな。ハウステンボスの経営復活の話でもしたろかい。何それ？ 18年連続赤字だったハウステンボスを黒字にした画期的な経営方針。それは早く歩くことじゃ。なんなのその意識高い系が好きそうな話。バカ、そういうこと言うんじゃない。とにかくファング2とファング3も早歩きじゃ。そうすれば我々も黒字じゃ。黒字？何で稼ぐのよ。移動と攻撃じゃとどっちが早いのか。両方とも移動にしてみよう。とにかく奴らが攻撃してくれんとこっちも手出しできんのじゃ。タゲ来ると厄介だものね。こいつら走行有り余っているな。攻撃したいけど我慢じゃ。見つかると厄介だからな。ファング2はミドルレンジ、ファング3はショートレンジでの攻撃を指示じゃ。これでファング2が少しでも早く攻撃を仕掛けてくれればもうともんじゃ。ず
随分慎重ね。いつにない慎重っぷりよ。攻撃を仕掛けているみたいね。やり合っておるな。ならば攻撃開始じゃ。しかし怖えな。食べきたら終わりだもんね。あみたに近づけ言われているわね。わーっとるわい。走行がないんじゃ。知ってて言ってるのかもよ。あいつ、わしのことやるつもりか？オーファング2がやったわよ。やったークリアじゃ。隊長、敵全滅を確認。戦闘終了です。ミデアのパイロットの話では、南部攻略部隊がアデレード基地奪回に成功したようです。はあ、よかった。ミディアのおかげでどっと疲れが出て、とてもこのまま激戦区に突入なんて気分じゃなかったんだよ。そう言うな。自分のモビルスーツを守ったと思えば安いもんだろう。新型本当にもらえるのかな。ああ、大丈夫さ。なんか妙に自信たっぷりだな。部隊結成前にジャブロー本部にいた君だったらコネでも使って手配できたりしてね。まさかそんな立場の人間が危険な最前線になんか出るはずないだろう。とにかく我々もアデレード基地に向かいましょう。なんとか新型をゲットしたわけじゃな。でも、これってミデア護衛でストーリー分岐あったのかしらね。何はともあれ次が楽しみじゃ。俺たちの影の活躍もあって連邦のアデレード制圧も順調らしい。そのご褒美ってわけじゃないんだろうけど、いよいよホワイトディンゴ隊にも新型モビルスーツ支給ってわけだ。と同時にまた新たな任務が発令された。嫉妬は休ませてくれよな。人使いが荒すぎだぜ。たく。次の任務はアデレードの探索、そして敵の潜伏を確認次第殲滅らしい。乱闘狩りみたいな仕事だな。しかし新型モビルスーツをゲットした俺たちにもはや敵はいない。これが連邦の力ってやつだ。次回機動戦士ガンダムガイデンコロニーの落ちたちで、第5話、量産型ガンキャノン大地に立つ。お楽しみに。ダブルマシンガン最高だぜ。ミデア救出、大変じゃったわい。全くグフオ2機も引き連れてくるとは。やっぱりザクとは違うわね。そして次回はいよいよ新型、量産型ガンキャノンの登場だぜ。楽しみね。とにかく強い。感動した。ジムとは段違いの走行と火力に次回は震えるぞい。